アバンギャルディのおがということで、今週はこのお二人が来てくれました。自己紹介お願いします。はい、小花アバンギャルディと、セーラーアバンギャルディです。お願いします。はい、ということでね。もう2週間前にはなるのかしら、アバンギャルディのセカンドワンマンライブが終わりまして、はい。今日お二人はですね、ちょっとそのセカンドワンマンライブで、ちょっといろいろ活躍したのではないでしょうかというお二人でございます。はい。ちょっといろいろね、裏話聞きたいんだけど、まずはじゃあセイラさんは、はい。今回はその宣戦布告という、まあなんとなくテーマというのが発表されておりまして、みんなどんなんなんだろうということでね、楽しみに待ってくださってたと思うんですけど、今回はまさかのですね、懐かしい、花より団子を、オマージュというと、薄いなオリジナル、結構オリジナル的なところ多かったですけれども、ちょっとパロディはい、しまして、その主役の牧野つくし役、牧野セーラとね。牧野セーラでやらせてもらいました。あね、いかがでしたか？いや、初めての主役。ありがとうございます。いや、今回は、まあ、ちょっと演技も挑戦して、長野さんと中シーン、キスシーン。嘘っぱちのキスシーンをして、で、あと今回は、そのね、ゆりやんさんが出演してくれたということで、ゆりやんさんとのシーンもありましたけれども、どうでしたか？ゆりやんさん、すごいですね。全部アドリブで、そうやってくださってネタも。でも笑ったらあかんから、いつもやって絶対笑ってしまうのに、笑わずにいけたんですか？どういう。いけました。なんでいけたましたよね。なんでどうやって耐えた？ゆりやんさんの顔は、ちょっと見ないようにして、何考えてたんですか？笑ったらあかん絶対にって思って。考えてたんや。それで笑わんようにできたん？はい。ちょっとごめんなさいなんですけど、ネタは入ってこなくて。聞こえてないんや。みたいな。聞いてたらね、笑うもんな。笑っちゃうから。すごい、でもあれも一発 OK でね。どのシーンも、ほとんどもう一発撮りで終わりましたから。いや、でもほんとすごい。ゆりやんさんはもう本当にね、なんかアバンギャルディのことずっとしてくれてて、それで言うとまあ、AGT、アメリカズゴットタレントの先輩でもあるんですよね。で、もう今でこそさ、チョコプラさんもね、AGT 入れてたりとかさ、なあ。で、まあ、安村さんも今回ね、アメリカ挑戦されたけれども、ウエスキーさんはさ、なんか、すごいテーブルクロス引きっていうのかな。そう。あれだからなんかこう、隠し芸か。そう。ゆりやんさんの場合はなんか、なんだあの動きみたいなんでさ、笑いとって、裸っていうか水着か、ダンス、もうすごいなって私は。なんかいろいろアバンギャルディの活動とか見てくださったみたいで、今回は心よく、はい、二つ返事で OK してくださいましてね。本当ありがたい。ね。で、その演技もやって、今回は目立ちまくりや。頑張りました。なんかどうでした？それこそお友達とは来られてなかったんですか？来てくれました。なんて言ってたんですか？すごいやん。何やってやるやんって。やるやんって言ってくれたの？くれました。家族とかは？家族は、なんか、もっと、こんなんやったらよかったもんじゃん。とか。こんなんやったらよかったって？アドバイス？アドバイスも、それも頑張ったねって。でもなんかセーラの、ご家族とか、特にお母さんは、お笑いに厳しい方だと思うんですよ、確か。ね、なんか。厳しいです。だから、そう。それ怒られても仕方ないなって思いますよ。結構お笑いに厳しいから。この人やっぱりトークが下手すぎるので。そうなんです。そう、厳しい。だからまあ、いろいろ言われてるかもしれないなとは思いながら。言われておりました。言われましたか？はい。ではまあ、いろいろやりましたね、ということで。はい。で、この方、小花さんも、ちょっと今回、すごく頑張ったのが、応援団というシーンがありました。応援団やらせてもらいました。はい。応援団で、小花さんが、
お客さんに結構ひどいことを言う。すいませんでした。ひどいことを言いまくるという、まあすごく一つね、面白いコーナーがあって、はい。やらせていただきました。その毒舌にね、はいお客さんが不幸だという言い切ってはい。やっておりましたけれど。そんなじゃないですよ。でもちょっと思ってないですよ。いや、わかんないですよ。ちょっと、小花さんの場合は。めっちゃ困ります、これは。ですかはい。でもちょっと今回その小花さんはですね、やっぱりね、何でもやりきれる力がありますし、何と言ってもね、暗記力の素晴らしさ。長ゼリフ、みんなに言われてた。長ゼリフをようあんな風に噛まずに、ね、パラパラ言えるねって。嬉しい。そうそう。噛んでる時もあったけど、噛んでましたけど、噛んでるし、この人だから、すぐね、そうネタ飛んだ瞬間に、顔するんですよ。でも私はわかんない。お客さんそこまで気づかれてないと思うんですけど、でももう一回同じ顔するんで、はい、飛んだと私言いながら、やったって飛ぶんですよ。後半らへんとかね、ちょっとこう、何回かこう続きますと、飛んじゃうんですけど、いや、でもすごい。それでもやっぱなかなかすごかったですけれども。どうでしたあのシーンやってみて。やってみて超楽しくて、すごい。はい。やっぱなんか、そういう演劇とかも大好きです。毎回お客さんの反応も違うし、立つ人も違ければ、素晴らしくくれる。どんなことを言うのかっていうと、その、まあ、セーラー扮するその牧野さんは、貧乏だということで、不幸だって言ってるから、この不幸な人はもっとこのお客さんの中にいるよっていうことで、全員ね、立っていただいて、で、こう、一人、こう、該当しない人は座っていただくと。で、どんなのありましたっけ？インスタのフォロワーが、なんかインスタ投稿してるのに、0人の人とか。はい。なんか、いらっしゃったよね。そうなんです。意外と。他には LINE の、なんか連絡今日、誰からも来てない人とか。もう最終日にはね、3日来てない人来てる人いましたもんね。いました。そう。で、だからそれの人が、ほら見ろセーラーということで、不幸な人はいるだろうっていう、結構ひどいですけど、はい。でもなんかすごくね、立ってくださる人はみんななんかなんか、いいね、顔されてるというか、自分こんな、みたいな。こんなとこで目立てるとかじゃないけど、やめて恥ずかしそうにしてる人もいるし、綺麗恥ずかしそうな人もいらっしゃいましたね。で、なんか何が悪いんって立ってる人もいます。でもなんかね、なんかすごいなんか楽しかったんですけど、そのシーンやって、ね。どうでした楽しかっためっちゃ楽しかったです。励まさせてもらって、その立ってる人たちも喜んでくれてたし。喜んでくれてた。でもさ、さっきちょっとちらっと聞いたんですけど、小花の、ご家族も見に来てくれてて、で、なんかその小花が結構その舞台上で、結構、ほら見ろとか、ここにはほら不幸そうな顔して座ってるだろとかって言ってるのを聞いて、お母さんが、そんなこと言ってないですとか、すいませんとか言ってたらしい。客席で。めっちゃおもろいしな。それ、娘が言ってたらな、やで、いきなり、すいませんってなる、すいませんとか言ってたんですね。いや、でもすごく素晴らしかったと思いますよ。見てたお客さんには、びっくりした方もいると思いますし。本当に。いや、でもまあね、まだまだね、小花さんもですけど、セイラさんもですけど、まだまだ未知なる力がありますから。そこを私は伸ばしていくので。お願いします。はい。まだまだできるんだぞということでね。はい。じゃあ次、曲をかけたいと思います。じゃあ、セイラさんから、紹介お願いします。夏といえば、これでしょうっていう、ちょっと紹介したいと思います。松任谷由実さんで、真夏の夜の夢。松任谷。おばあちゃん。じゃあ、
FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。今週のアバンギャルディのおかっぱトークは、小花アバンギャルディとセーラーアバンギャルディが来てます。お願いします。はい、ということで、じゃあここでメッセージをご紹介したいと思います。ですね、じゃあこれ。ラジオネーム、滋賀県のパパちゃんマンさん。パパちゃんマンちゃんあかねさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。もうじき夏休みですね。うちには4歳の息子がいるのですが、習い事の時間以外、外は暑いので家にこもりっぱなしになるので、嫁さんは今から頭を抱えています。そこで皆さんに質問なんですが、子供の頃の夏休みの過ごし方や思い出があれば教えてくださいということでございます。なんやろ、でも4歳の子は、習い事もしてるんやね。早いですね。まあでも私もしてたか、ダンスは。4歳ですか ?3 歳からしてる。早っ。あ、でも私はね、こう見えてですね、必ずラジオ体操に行ってました。はい。夏休みは。嘘。ないです。あなたある？あります。私もね、毎朝ね、あれ8時やっけな、公園行って、そう、みんな集まるから。そう。で、スタンプカードを押して。で、なんか最初になんか結構のとこまで行ったら、お菓子の金券もらえるの。何300円。そう。だからそれが欲しくて毎朝頑張って。私ジュースくれる。ジュース。最後。解禁賞やったら。ジュースしかくれへんの？はい。私、毎年家族で、琵琶湖に、泳ぎに行ってました。行ったことないわ。それはご家族で行って、泳ぎ行って、で、その後どうする？帰ります。あ、それだけ？はい。それ日帰りで？はい。車で行って、泳ぎで。まあ、なんや。セイラさんは？夏休みだけ、水練って、なんか、スイミング、スイミング連盟？水練って何？水泳練習？スイミング練習。水泳練習みたいなのが、みっちりあるんですけど、それに行ってました。めっちゃ厳しくて。ガチなんや。ほんまに厳しくて。何それ学校で主催してるやつ？水泳みたいなのがあって、そう毎年行ってて、めっちゃきつくてね、なんか25メートルを息継ぎなしで、やら、何本も何本行っては休憩って感じ？そんなこともないんや。あ、でも結構何本も泳がされて。でもすごいですね。それ毎日通ってたんだ。通ってました。真っ黒だった？はい。黒。小花さん泳げない？実は泳げます。なんやスクールも通ってたし。なんや。でも4歳ですからね、まだ。できる声の方がでもさ、やっぱりさ、朝はまだ涼しいから、まずは4歳の子でもラジオ体操は早起きさできるので、やって。できるよ。私だって3歳から踊ってるもん。そっか。できる。できるかは。できる。そう、まだ暑くない時に行くのはいいと思うし、プールもな、暑いからな。暑いですよね。ほんまに。ちょっとほんまな、気をつけないとな、えらいこっちゃなるから、そう、だからもうだって昔に比べて今ってすごいもんな、日差しから何から。暑さもな、全然ちゃうよな。今、うちらが子供の時とはやっぱちゃうと思うで。全然違うとさ、暑すぎるから、だからほんまにとにかくちょっと気をつけて、朝やね、行動は。でもできるだけクーラーの日に聞いたらやで、夏は過ごそう。はい。あとなんか、氷とかで遊ぶとか。かき氷作りとか。ね、そういうのしてみたりとか。あとはほら、植物育てるのとかもいいと思うよ。ほら、今、夏野菜が育てれるから。でも学校でやりましたね。そう。プチトマトとか、キュウリとか、なんかそういう簡単にできそうなやつを一緒に育ててみる。そしたら、なんか、毎日、朝さ、水やりしてみても楽しいかもしれんし。自由研究とかでね。何歳には早い。植物育てるぐらい、ちょっとなんか一緒にしようかなとは思いつつ、そこさせば、気がつくまだ早いんちゃうかな。ちょっとだから野菜育てるのありかなって思います。はい、ということで、あっという間のお時間ですかこれもしかして。はい、ということで、早いんですよ。
あっという間のお時間でございます。告知。じゃあ、セイラさん読んでみてください。アバンギャルディセカンドライブ宣戦布告テレビ放送決定しました。アバンギャルディのセカンドライブより5月24日金曜日に9キューブ渋谷で開催した東京公演を CS の TBS チャンネル 1? にて8月24日土曜日夜9時から放送です。はーい。そして、夏のイベントでございます。ちょっと1ヶ月先になりますが、こちらでございます。香川県で初のパフォーマンス、第1回、河北マリンフェスタ in 香西、8月31日土曜日、夜7時30分からです。おい。じゃあちょっと詳細はまた、X などで見てください。はい。ということでございました。もう、あさってには、はい、香港でのライブでございます。はい。そうですよ。日本からのね、お客さんもたくさん来てくれそうなやった感じがしておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そして日本でのライブもまた、ライブというかね、こういうフェスもありますので、ぜひチェックして見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日のおかっぱトークは、小花アバンギャルディとセーラアバンギャルディでした。ありがとうございました。では、お別れに一曲、じゃあ小花さんお願いします。はい。今年の夏の目標がありまして、おい。アバンギャルディのメンバーと花火を見たいなと思って、はぁ、それが、見れるやん。この香川の先あそうだ見れますけど。そう、見たいから、その一曲、それに関連して一曲を選びました。はい。はい。フジファブリックさんで若者のすべてです。どうぞ。